グラチャンネル。桃地凪、ただいまより主様の護衛につきます。皆さんこんにちは。今回は、桃地凪解説編です。アクションタイマ人のラスボスと言ってもいい桃地東洋の娘、桃地凪。双剣での軽やかな戦闘かと思いきや、上原凛先生と同じ武器で意外とパワフル。パパと同じような技が多く、未熟者という設定まで意識されてか。キャラクター性能は微妙なラインで、弱くはないが強いとも言えない性能。過去にも編成が難しいキャラがいましたが、バフ、デバフ運用や回避技メイン運用など、何かしらの飛び抜けた長所がありました。しかし、凪は飛び抜けたバフ、デバフもなく、回避技も初期キャラみたいな性能。通常攻撃はトキコと同じシステムで、遠距離の通常攻撃はアスカに似ています。ただ、凪は両者の性能以下の通常攻撃の性能をしているんです。リーチとパワーだけは凪が上ですが、機動力と速さがないのが難しい点です。では、最後の望みの綱の、スキルが強いかと言われれば、動作が長い乱舞技、性能が普通の突進技、こちらも強くも弱くもない性能。最近はコンセプトがある新キャラが多い中で、運営様はこのキャラをどう操作させる気だったのか気になります。ただ、ここで、なんと、凪だけにしかない性能を発見。今のところ、全キャラ探しても、凪だけにしかない性能がありました。前置きが長くなりましたが、早速技解説です。まずは赤技、嵐乱舞。パッと見では動作の長い使いにくい技。私も見落としていましたが、この技こそが凪の希望の光。詳細は後で説明します。次は突進技。使いやすい突進技、かと思いきや、他のキャラに比べて、なぜかバフ量が 10% だけ。大体の突進技のバフ量が 15% なのに、何がどうなってこの数値なのか。次の技はムカデ。パパ譲りの凪の代表的な技に見えますが、攻撃までの予備動作が長すぎるのに、攻撃範囲も微妙でダメージも低い。残念ながら速度低下に加えて、動作も短い、紫のテンタクルアンカーの劣化版です。黄色スキル1個目。通常攻撃が分身して、2倍の手数で攻撃します。通常攻撃の度に追加効果発動のような、武器、サポートなどが出れば化けるスキル。残念ながらまだ凪には実装されていません。唯一、マガタまで似たようなことはできるので、凪をメインにしたい人は試してみては。次は緑技。乱舞技ですね。かっこいいとは思いますが、なぜか毎回アピールをしてから連続切り。こちらもなぜかでバフ量が 10% です。回避技。爆弾による普通すぎる範囲攻撃。青効果が速度 20% アップなので、速度型も考えましたが、アスカの回避技の方が強く、完全な劣化版なので断念。黄色スキル2個目。通常攻撃が遠距離技に変化。威力が高く、敵を貫通します。ただその分、少しだけ発生は遅めです。基本的にはこっちがおすすめ。青技。横に分身して一斉攻撃する技です。こちらも速度バフが 10% のみ。せめてバフ量が 15% あれば。螺旋部。
どこかの忍者少年漫画みたいな回転技。第2の凪の生命線です。詳細は後ほど。最後に81技。反撃技ですね。効果としては普通に優秀です。関係ないですが苦内があるなら、普通に立ち回りで使って欲しかったです。パパはぽいぽいよく投げてくるのに。それでは凪だけの特権その1。嵐乱舞。実際にトレーニングモードで試してみると、想像以上の広さとヒット率。乱舞系の技かと思いきや、範囲技と言えるほどの攻撃範囲です。スロット効果の追撃も、せいぜい1発追加ぐらいかと思いきや、縦回転斬りで連続ヒットで大ダメージ。これだけ範囲が大きいと、少し相手が離れていても当たります。動作が長いという悩みは、タイマ5でコンピューターに使わせると、むしろ長所にすらなります。全キャラで見てもだいぶ動作が長い攻撃スキルではないでしょうか。共通システムとして、スキル中はアーマーがつくので、スキル中は実質、紫と同じ攻撃中にアーマーを手に入れることができます。何よりも範囲がとんでもないですね。凪だけの特権その2。螺旋舞。瞬間的に背後まで攻撃できる技で、周囲に大火力全体攻撃。よく似た技に、不知火の演武、アイナのバレットストームがあります。しかし、攻撃力や範囲、回復力は、この技の方が優秀です。嵐乱舞と同じ赤スロットが範囲増加で、横や背後の雑魚敵を一気に巻き込めます。これは実は、タイマ5のボス、アラクネアに非常に好相性で、ボスとは別に連続で出現する雑魚雲、速度低下など意外と厄介だったりします。とはいえ、雑魚敵を全部相手すると、それだけでタイムロスしてしまいます。ここで登場するのが桃地凪。超範囲のスキルで、本人も知らない間に雑魚殲滅が可能。絶対に倒してくれる保証はないですが、他のキャラよりは巻き込んでくれるでしょう。通常攻撃も敵を貫通しつつ、リーチと攻撃力もあるので、細かい指示が出せないコンピューターとは、噛み合った性能をしている気がしました。回復能力も自前である程度あり、そこも地味に偉いポイント。周回もボス戦も苦手ですが、アラクネアにはピンポイントで刺さります。それでは次は実戦編。コンピューター仕様なので防御系のマガタマと、遠距離で加速するフートン編成。雑魚敵を倒す用のキララの常時効果と、魔物特攻のサポートを使用。それでは行ってみましょう。桃地凪。マイル。水遁歌方。今回はコンピューター用解説なので、開幕に変なことしてます。一応、サポート発動キャラ交代、サポート発動。これで2連サポート発動ができますね。やり込み勢の方は研究してみては。メインは紅を使用しています。紅の解説になるので理由は省略。凪の立ち回りに注目してください。遠距離から通常攻撃で、降ってくる蜘蛛の巣を回避していますね。速度減少があり、あれが非常に厄介です。気がつけば周りの雑魚敵が消えています。凪が仕事をしてくれたのでしょうか。ここで嵐乱舞。相手が少し移動しても射程範囲内です。雑に使ってくれても当たりますね。どの技も射程距離が優秀です。ここで、もう一度雑魚戦。アラクネア周回はこれが面倒ですね。って、凪が何してるか映ってない。はあ、真空の刃は全てを切り裂く実技旋風陣。他人のキャラ解説で扇をぶっ放す紅ちゃん。一応、アラクネアの着地で一瞬だけ無敵があり、それを消すために有効だったりします。
風の軌跡を刻み込む。はっさあ一陣強風。コンピューターが奥義を使ってくれましたね。最後は凪で決めてしまいましょう。嵐乱舞。はっやっふっ終わりだ。素晴らしい指揮でした。さすがです。いかがだったでしょう。このキャラは強さがわかりにくすぎるので、説明が長めになってしまいました。どうしても他キャラの介護官の技ばかりで、飛び抜けた長所がない器用貧乏な性能。ただ、逆に言えば、いろんなキャラの性能を合わせ持っている。明確な強さはないが万能なキャラクター。ただ、せめてバフ量を 10% から 15% に上げてほしいです。そして、余談ですが、凪がなぜ立ちの二刀流なのか、それには理由があって。もともとは一刀流だった凪が、父の形見である妖刀村正を受け継いだ。物語では語られていないそんな背景があります。自分の刀は捨てず、父のようにはならないが、思いは受け継ぐという意味での二刀流。設定的に一番深いキャラですが、物語では語られない泣ける話で好きです。父上、今、あの時の言葉が、わかりました。それでは今回はこの辺で。